やいや、闇のやり込みプレイヤーあかねちゃんやで、付き添いの葵です。前回は最強の吸血鬼の王を完成させて、カースターグを倒したんやったな。かなりギリギリだったけど正面から殴り勝ってたね。とまあめちゃくちゃ強くて楽しいハイブリッドスタックなんやけど、ほんの一つだけ些細な欠点があるんや。それがこれ、水歩行のせいで水中に潜れないことやな。言うほど些細か。ただスカイリムでは水に潜る必要がある場面はあんまりなくて、うちの記憶と視聴者さんからのコメントを総合すると、水に潜る必要がありそうなのはこれらのクエスト、ダンジョンに限定されるで、スカイリム全体のボリュームを考えるとほんの一部だね。残念ながら水歩行を無効にして水中を自由に泳げるような包括的な対処法は見つからんかったで。せやからこれらのクエスト、ダンジョンは個別の方法で対処していくで。個別の方法。まずはそもそも水に潜る必要がなかったダンジョンから解説していくで。まずはダークフォール洞窟やドーンガードクエストの終盤で向かうところだね。ここの橋が落ちた後の水路の天井が低くて引っかかって進めなくなるかもと思ったんやけど、まあ実際に落ちてみるで。引っかかったね。ただここでもぞもぞすると、ほい、すり抜けられるで。あとは問題なく通り抜けられたから、ダークフォール洞窟は最初から問題なかったっちゅうことやな。実際一度天井に引っかかったし、不安な地形ではあったね。次はラルドサールや、忘却の彼方でエセリウムの破片を取りに来るところやな。でも水に潜る場面なんてあったっけ？ここやな。最深部の歯車からゴミを取り除くところ、一つだけ歯車が水中にあるから、潜って取り除く必要があるんや。そういえばそんな仕掛けあったね。で、どうするの？ここは壁抜けを使えばどうとでもなると思っとったんやけど。しゃがんだら届いたで。ここも別に潜る必要はなかったわけやな。次はザルダックやで。ドラゴンボーンのクエストで行くところだね。水面を上下させて攻略するダンジョンやから、いかにも積みそうやけど、問題になるのはここ。最後のコントロールキューブを回収するところだけやで。回収後来た道を戻るときに水面が上昇して、通路が塞がってまうんや。しかも天井に近づきすぎるとなぜか即死するで。なぜ？ただここの対処法も簡単で、コントロールキューブ回収後ダッシュで戻れば、通路が塞がる前に通り抜けられるで。あっさり。他に問題になる箇所はないからこれでザルダックもクリアやで。次はイルクンサンドやで。盗賊ギルドクエストで向かうメルセルと戦うダンジョンやな。メルセルを倒すと水面が上昇していくんやけど、ここを脱出できるかどうかが問題やな。確か天井が崩れてそこから出られるんだよね。どれくらいのタイミングで天井が崩れるのかよく覚えとらんのやけど、場合によっては水中に潜らんと出られなくなる可能性があるで。崩れたな。ほい、普通に脱出できたで。まあ実はここは問題ないと知っとったんやけどな。そうなの？水歩行をつけたまま水面が天井まで達すると、世界の裏側に抜けられるんや。何これは。天井の当たり判定より水歩行が水面に押し出される力の方が強いっちゅうことやな。で、壁の外から中に入る分には当たり判定はないから、この通りすんなり正規ルートに戻れるで。水歩行をつけてるとこんなことになるんだね。とりあえずこれで水に潜る必要がないダンジョンは終わりやから。残りはこうなるで。ここから先は本当に水に潜る必要があるんだね。普通に進めようと思ったらな。ってことは普通には進めないんだね。ちゅうわけでここからは水に潜る必要があるダンジョンの解説に入るで。ここから先のダンジョンを攻略するには、コルクバルブの根が必要になるから大量に買っておくで。コルクバルブの根。発売時に無料で追加された錬金術用の新素材やな。一つ目の効果が麻痺やからかじれば好きな時に麻痺できるで。ネッチゼリーと似た効果だね。行商人がほぼ確実に売っとるから、殴りリロードを繰り返せば簡単に集められるで。ほんじゃまずは死者の安息所を攻略するで。銀融詩人大学のクエストでオラフ王のシーカを取りに来るところやな。いまいちピンとこないけど、水に潜るところなんてあったっけ？ここやな。落とし戸から落ちた後の通路。確かに水没してるね。しゃがんでも通れんから何らかの対策をする必要があるで。で、どうするの？ここは簡単や。歩きながらコルクバルブの根をかじれば、この通り、麻痺したまま移動して、ほい、向こう側に行けたで。意外と簡単だった。ここはまた簡単な部類やな。ここから徐々に難易度が上がっていくで。ダンジョンの難易度ってこういうものだっけ？
次はフォーレルホストやで、ストームコールのシャウトがあるところだね。水に潜る必要があるのはここ、ちょうど中間くらいやな。この鍵を開けて階段を降りると、ここも通路が水没してるね。ここはさっきのようにコルクバルブの根をかじっても、天井に引っかかって中に入れへんで、完全に水没してるから深さが足りないんだね。タイミング次第では入れんこともないが、ここは別の方法を使うで。別の方法。一旦外に出て、適当に誰かを従者にして、さっきの場所に戻ってきたで。で、従者を連れてきた意味は、重要なのはこの場所に椅子があるということや、椅子、武器を構えた状態で、ジャンプしながら椅子に座るで。そうすると、手を上げたまま椅子に座るというちょっとおかしな状態になるで、確かに変な感じになってる。この状態で、従者に指示を出すモードに入ると、当たり判定を無視して自由に移動できるようになるんや。何これは。正面に少し進めば広い空間に出るから、ここで立ち上がれば。ほい、これで水路を抜けた先に出られたで。それで今のは何だったの？武器を構えた状態で、ジャンプしながら椅子に座って、従者に指示を出すモードに入ると、当たり判定を無視して移動できるようになる、というテクニックや、いや、もっとこうなぜそうなるのかの理由とか、そんなことうちが知るわけないやろ。とにかく、この方法を使えばフォーレルホストもクリア可能やで。でもこんな方法があるなら全部これでクリアできちゃうんじゃない？そう簡単にはいかんで、まず椅子が必要やし、水平方向にしか移動できんから、地形によるところが大きいで、そっか、椅子が必要な時点でだいぶ限られるね。ちなみにこの方法は、ラゼームさんちゅう方が投稿した動画を参考にさせてもらったで。次は流出の洞窟やで、AE で追加されたダンジョンだっけ？ドワーフの馬とか多数のユニークアイテムが手に入る、AE で追加されたコンテンツの中でもトップクラスのボリュームのダンジョンやで、採用に進むには、季節をモチーフにした4つのエリアをクリアする必要があるんやけど、問題になるのはここ、冬のチャイムやで、ダンジョンの中でさらに4つのエリアに分かれてるのか。本当にボリュームすごいね。ここでやるべきことは2つあるんやけど、1つ目はこの通路のパイプを登ったところにある、水没した通路を通って、ドワーフの冬の要望を手に入れることや、で、帰りにまた同じ通路を通って、進んだ先にある水没した通路を通って、導管制御石を作動させて、段差を飛び降りれば入り口近くに戻れるから、そこから帰ればここでやることは終わりやで。やること多いね。重要なのは3カ所も水に潜る必要があるっちゅうことやな。で、どうするの？まずはソリチュードの馬屋に行くで。ここにとってつきの手桶があるから回収して、導管制御石を作動させた後降りてくる場所に設置するで。そしたら上に乗って、縁のあたりを長押しすると。ほい、宙に浮かべるで。あとはジャンプで段差の上に飛び乗れば。水に潜ることなく導管制御石を起動できるで。もうめちゃくちゃだよ。これでこのエリアの目標の一つは達成できたから、あともう一つやな。今度もう一つの目標の冬の要望の取り方を紹介するで。今正面に見えとる石壁の真下に通路があるんやけど、石壁の方を向いた状態で旋風の疾走を発動。直後にコルクバルブの根を食べて麻痺するで。そうすると通路の縁に引っかかって空中に投げ出されるから、この状態でセーブするで。そしたらすぐにそのセーブをロードすると。ほい、水没した通路の向こう側に出られたで。なんでと言われてもな、いろいろ試してうまくいった方法を紹介しただけやで。ちなみに同じ方法で2回連続で成功したから、ちゃんと再現性もあるで。あとは冬の要望を手に入れて帰るだけなんやけど、帰りはさっきの方法では出られへんで。じゃあどうするの？冬の要望が置いてあった台座の奥に歯車があるから、歯車の上で壁に向かって左手前方パワーアタックしながらコルクバルブの根をかじると、壁の向こうに押し出されて奈落に落下するで。最終的に位置がリセットされて入り口前に出られるから、そのまま外に出れば冬のチャイム完全攻略やで。なんかもう正規ルートとはかけ離れたはちゃめちゃな攻略法だったね。さすがに追加ダンジョンだけあって難易度が高かったな。だからダンジョンの難易度ってそういうものじゃないでしょ。ほんじゃ、これで水に潜る必要があるダンジョンは全てクリアしたから。現在の攻略状況はこうなるで、残りは水中からアイテムを回収するクエストだけだね。この3つの一応クリア可能なんやけど、正直事前にクリアしておくことをおすすめするで。そんなに大変なの？運も絡むし割と面倒やな。特にレイダの捜索と混沌の腕は始めるための条件とかないし、さっさとクリアしておくべきやな。レイダの捜索はそもそもやらなくてもいいしね。
ほんじゃ、実際に水中のアイテムを回収する方法を紹介するで、3つのクエストは全部同じ方法でクリア可能やから、今回は例として混沌の腕をクリアするで、AE で追加されたクエストだね。混沌の腕は、ウィンターホールド大学近くのスカイテンプルの遺跡で、ハイエンビルの日記を読むと開始できるで。で、その後なんやかんやあって水中の宝箱からアイテムを回収することになるんやけど、宝箱はかなり深いところにあるから、コルクバルブの根を食べてもそこまで潜ることはできへんで。で、どうするの？まずコルクバルブの根を食べた直後にセーブして、すぐにそのデータをロードするで。そうすると水中に沈んだ状態から始まるんや。おう。ただし麻痺が解けると同時に水面まで押し出されるで。ダメじゃん。どこから始まるかはロードごとに微妙にズレがあるから、宝箱のそばに配置されるまでロードを繰り返すで。確かにこれはめんどくさい。ほい、何度か調整を繰り返して宝箱に近づくことはできたで。でも麻痺が解けたら水面まで押し出されちゃうでしょ。せやな、吸血鬼の王の水矛をつけたまま水中に留まることはできん。ただし、この世界の法則をねじ曲げるほどの力があれば別や。世界の法則をねじ曲げるほどの力？そう、つまり、水槽の書の力や。ほい、これで麻痺が解けた後も水中に留まることができたで。世界の法則をねじ曲げるほどの力って清掃の書のことだったの？さすがタイトルになるだけのことはあるな。絶対にそういう意図でつけたタイトルじゃないと思う。で、あとはカメラの位置を調整すれば。ほい、宝箱から目当てのアイテムを回収できたで。かなり面倒だったけどどうにかなったね。いえ、まだです。問題はこの方法を使うと。その場から全く動けなくなってまうということや、動けない。せやからこのままやと溺れ死んでまうで。ダメじゃん。そこで一旦セーブして、別データをロードしてスケイスクローを集めるで。あれ、なんかこの光景見覚えが。そしたら体力破壊の光景が基礎体力を超えるまでスケイスクローを食べ続けるで。現在このキャラの体力は2000近くあるが、基礎体力は100しかないから50個も食べれば体力破壊が上回るで。で、この状態で適当なロード扉に照準を合わせて、さっきのデータをロードするで。あとはロード中に決定ボタンを連打すれば。ほい、水中から脱出できたで。どういうこと？デッドロードについて基本的なことはパート4で解説したから、簡単におさらいすると、あるデータで照準を合わせてた対象に、別のデータでアクセスするグリッチやな。パート4では同じセル内の対象にしかアクセスできんちゅうだが、これには例外があって、ロード扉であれば別のセルでもアクセスできるんや。別のセルの扉にアクセスできるって、世界中のどこにでも行けるってことになっちゃわない？実際ロード扉をくぐった先ならどこにでも行けるで。思ってた以上にとんでもないグリッチだった。吸血鬼の王のまま眠ったりもできるしな。それは大したことない。ともかく、これで水中のアイテムを回収して、地上に戻ることに成功したで。確かにこれは事前に済ませておいた方がいいね。水中のアイテムを回収するクエストは全て同じ方法でクリア可能やから。現在の攻略状況はこうなるで、かなり無理やりな方法だったけど一応全部クリアできたね。これでハイブリッドスタックを使ってもクエストが積む心配はしなくて済むな。そこまでする人が果たしているのかという疑問はあるけど、今回の内容はちょっとマニアックすぎたな。ただテクニックだけ紹介してクエストは積むかもしれません。で終わらせないためにこのシリーズを始めたわけやし、このシリーズの締めくくりとして必要なことやったんや。それじゃあこのシリーズも今回で終わりだね。このチャンネルではこれからもスカイリムについての動画を投稿していく予定やから、興味があったらフォロー、チャンネル登録よろしくやで。いいね、高評価もお願いします。ではまた次回。